こんにちは、How to Walk Japan です。昨日から相馬野馬追を観覧してます。今日は2日目、最大の見せ場がある日ですね。野馬追の始まりは平安時代中期、平将門公が現在の千葉県で野馬を捕らえてご神馬として神前に奉納したことが由来とされています。その後、ここ相馬市に場所を移し、代々伝統が守られてきました。今日は甲冑競馬などの競技が行われるひばりヶ原最上地へ参加する騎馬が入場するところから始まります。すごいすごいな。うわすごいね。ね広い日でございます。首頭の旗印は左ごまの白抜き、中頭は白地に左ごま、下に横一字でございます。群馬との旗は群馬と小西会、月光、神代と続いております。新型陣羽織に赤の旗印は奥州中村藩の陣外は格式がございます。起きてたもれや乗り手も駒をなるぞ虎貝陣太鼓。奥州中村藩領の国歌相馬流山にも歌われておりますように、野馬追行事のすべての合図はこの陣外によって執り行われております。騎馬武者の数はおよそ400、みこしなど裏方を入れると1000人もの人が参加する一大イベントです。観客は3万人とも4万人とも言われています。重要無形民族文化財に指定されている相馬野馬追は旧中丸藩の侍文化を継承する行事です。参加者は先祖代々受け継がれてきた甲冑に身を包み、普段は家族同様に暮らしている相場にまたがって参加します。見た目は武骨で怖そうな騎馬ですが、そういうことを聞くと微笑ましく見えてきますね。このおみこしは山上のご本陣に運ばれ安置されます。山を登るのは大変そうです。昨年までは女性の参加資格が20歳未満の未婚限定でしたが撤廃され、今年は20歳以上の8人を含む記録が残る中では過去最多の40人の女性騎馬武者が参加されています。相馬野馬追はこういう時代の流れに柔軟に対応してきた歴史があります。単に祭りを継続したいということではなく、皆の安全平和を祈願する祈りの場を後世まで伝えたいという優しい気持ちが原動力となっているように感じました。現にこのお祭りの本当のメインは3日目に神馬を奉納して祈願する野馬掛けなのです。ワンバー見つけやだな。
さすがに400機1000人の大行列にもなると、全員が会場入りするまでには相当な時間がかかります。我々は一足先に入場して中を見てみましょう。すごいね。わあ、1回に1頭じゃないんだやっぱね。でも3頭ぐらいしか入らないな。横に入るんじゃないんだね。あ3頭なんだね。もっとこう横向きに入るのかと思った。すごい、これは大変だ。あ、これは毒か。焼き鳥とかかき氷とかいい？野馬追グッズも豊富に取り揃えてありました。なんだろう。このリュックの中には入るけど。でも今日のチケットもまだあるみたいだな。当日はね、でも並ぶから買っといた方がいいっては書いてある。人気の新規争奪戦と甲冑競馬は昔から行われている競技ではありません。相馬野馬追は明治維新の時に中村藩主相馬家が主催する武家行事から神社主催の神事になりました。明治維新で主催者たる藩がなくなってしまったからです。神社主催に変わった経緯はよく分かっていませんが、当時の方々がこの行事を残すために明治政府と交渉を重ねた結果なのでしょう。この時期から馬追の代わりに現在人気の新規争奪戦が行われるようになったそうです。第二次世界大戦で敗戦後には相馬野馬追は開催するのが難しい状況に陥りました。野馬追は戦時中に戦意高揚に利用された経緯があったからです。そこで民主的で平和な馬事スポーツの祭典として継続させるために考案されたのが、鎧兜を身につけた騎馬武者の競馬、甲冑競馬でした。野馬追は長い歴史の中で時代の流れによってさまざまな変化をしながら現在に至っています。すごい。先祖伝来の旗差し物をなびかせながら風を切って疾走する行事、甲冑競馬は最大の見どころです。すごい声援。ご家族が応援してるんですね。これは負けられない。ああ、すごい折れてる。ねえ。うわレースの激しさを物語るように旗差し物が折れてしまってますね。参加者は家を代表して地域を代表して参加しています。一人だけで馬に乗ってるわけじゃないんですね。それにしてもかっこいい。すごい、顔が泥だらけだもんね。旗差し物がはためく音、そして甲冑の音が重なり合っております。これが相馬野馬追の競馬の音でございます。
競馬第2回目出場騎馬は宇田号。この旗が下っております。大3番手の追い上げた4番手、5番手、6番手となっております。1位を勝ち取った騎馬は家族のヒーローですね。3番手を追い上げてきた。1番手速い、1番手速い、続いて2番手、2番手、1番手速い、後藤だ。2番手、続いて3番手を追い上げて、2番手、3番手、後藤だ。レースを終えると順位の札をもらい、昔は殿様がいた本陣へ駆け上がります。上空の坂を駆け上がる模様でございます。それでは各馬1頭、白号吉田正人さ、2着中野号吉田凛武さ、3着中野号荒川武者でございました。お疲れ様でございます。おめでとうございます。発売より審判卓球競馬1着、おなかのかかった。2着、裏の佐藤金曜日さ。3着、中野の佐藤優太でございます。おめでとうございます。第6回目の競馬スタートいたしました。卓球競馬第2競争でございます。出発から審判席前までの150メートルの差、1番手、2番手、3番手、激しい熱戦で6番手、5番手、6番手、7番手を追いかけている。第4コーナーに間もなく先頭が差し掛かります。ダウン状態になっている。立ち上がりはどこか、どの武者が進んでいるか。1番手、2番手、3番手、4番手、激しく出ている。1番手、2メーター、2番手、勝った。1番手、2メーター、2番手、勝った。1番手、そのまま。1周1000メートルもあるコースを旗差し物を背負って走り切る。途中で旗が折れると失格になることもあるそうです。スタート地点にゲートがあるわけでもなく、ワイヤーが引いてあるわけでもありません。出走する馬の中には引退した競馬馬も多く含まれており、競馬馬のセカンドライフにおける非常に大きな受け皿となっているようです。さあ、はい、令和7年の甲冑競馬最終競争、ただいまスタートいたしました。相馬の前は1014年の歴史を経て今なお息づく伝統の祭りでございます。第6回甲冑競馬の出場騎馬は中野号赤田、知葉号山本、小高号松本、北号佐々木、宇田号三品。さあ、2頭並んだまま、そのまま最終コーナー、残り150メートルに差し掛かります。さあ、ここから各騎馬、最後の力を振り絞っていきます。さあ、令和7年度最終競争、優秀の帯を飾るのはどこの騎馬武者か。外優勢か、内も粘る、外か、内か。思った以上の迫力でした。本物のサラブレッドが走ってるんですから当然ですね。数百機の騎馬武者がどっと駆け出し、天高く打ち上げられた御神旗を勇猛果敢に奪い合います。打ち上げられた花火が炸裂すると御神旗が空に舞います。
落ちてくるであろう場所に数百機の騎馬武者がこの旗目指してどっと駆け出し、ご神旗を奪い合います。今年から女性の参加も増えているようです。さあ、式旗が振られ、令和7年第1回目の新規争奪戦、これから行われます。一番初めはその年の主催神社の旗が1本だけ、最も栄誉のある旗です。さあ、令和7年第1回目の花火打ち上がりました。令和7年の相馬の前新規争奪戦第1発目の花火。今年度の花火の1発目は今年度の当番神社である太田神社の赤色の御神旗1本のみであります。名誉ある一番旗を手にするのはどこの騎馬武者でしょうか。ただいまの協賛は南相馬市荒俣建設業組合、三菱倉庫株式会社、株式会社東コンサルタント総合社、株式会社。ご神旗をダッシュした騎馬がご本陣へ駆け上がっていきます。本年の第1番旗手にしたのはお先乗りの騎馬武者のようです。小高号梅田武者、おめでとうございます。2回目は主催以外の2つの神社のご神旗が2本打ち上げられます。ただいま2発目の花火が打ち上がりました。この打ち上げる花火は上空150メートルに達するものでございます。2発目以降は1発の花火2本のご神旗が入っております。赤のご神旗太田神社、黄色のご神旗小高神社、青のご神旗中村神社のご神旗となっております。馬群の中に消えてまいります。ただいまの協賛はマルサン戦士株式会社、株式会社菊池製作所、証券技術株式会社、安川オートメーションドライブ株式会社、テスコ株式会社、福島営業、シネハ号吉田武者、おめでとうございます。シネハ号吉田武者です。スパークスグリーンエナジー&テクノロジー株式会社、株式会で社、青のご神旗を持ってまいりました。何号の人でしょうか。中野号高橋武者だ、おめでとうございます。おお。第4発の花火が高く打ち上げられました。日本広しといえどもこれだけ勇壮な戦国絵巻を繰り広げるお祭りは相馬野馬追だけであります。赤色のご神旗、黄色色のご神旗、ゆらりゆらりと馬群の中へ吸い込まれてまいります。さあ、ご神旗を手に入れたのはどこの。この後も新規争奪戦は続きますが、我々は岐路につかなくてはなりません。名残惜しいことです。株式会社 FSK。 おお、女の人だ。女の人だよね。ねえすごすごいね。いねえ